ええ、もう頭おかしいよ。はい、皆さん、こんにちは、とつです。本日は呪術廻戦、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。今週はね、なんといっても、前回からね、新しく登場してきた、ななみさんっていうキャラクターがね、次回予告見る限りは、お話の流れ見る限りはね、とうとう真人と呼ばれる存在、呪いとね、1対1で戦うんじゃないかなと思うんですけども、そうなってくるとね、前回この特級仮想音量っていうね、お話があったんですが、それは一体何ぞやというと、結局共通意識のあるね、イフのあるイメージを持つもの、キュービとか、トイレの花子さんとかさ、みんながさ、知っているものもそうだし、より多くの人たちがね、自然と恐怖するものとかで言えば、天才とかでね、大地とか森とか海、そして、人などね、こういったものを指すんだよって話があったんですが、まさにこの中のこの人の部分、一番やばそうな部分が、この真人の正体なんだよということで、今のところこの物語を見ている中ではね、一番やべえやつなんじゃねえかって思うんですけど、ななみさんはね、大人として、子供の虎杖くんをね、心配してなのか、そばにやらずにね、短期で乗り込むって判断したんですけども、それがちょっとあだとならなければいいなと思います。で、一方ね、虎杖くんに関しては、真人のね、そばで、その吉野っていうキャラクターが、前回映画館で登場してね、いじめられてたキャラクターが、いろいろとなんかこの後ね、支持を仰ぐんじゃないかなって僕は思っている様子があったんですが、今この二人がね、やり合っている時に、こっちが接近するということなので、この出会いがね、いい方向に進んでくれるんであれば、もしかしたらこの吉野くんっていうキャラクターはね、オープニングの方で、呪術高専のね、服も着ているし、それに何より、まだこの子はね、その悪いこともしてないじゃないですか。ただこの呪霊からね、話を聞いてるだけってことなので、今まで辛いことがあったのはわかるけど、虎杖くんとかね、すげえいいやつ、いい友達になってくれると思うし、伏黒くんに関しても野原に関してもね、きっと仲良しになれるキャラクターだと思うから、ぜひここでね、ちょっと敵対するようなことにならないね、そういう道、進んでもらえたらなと思います。そして今回ね、ななみさんが無事ね、生き残るのかどうか、ここがね、今回僕の中で一番気になるポイントなので、ぜひ一緒にね、ご覧ください。というわけで皆さんも録画したもの、もしくはビデオでも使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内様、本編スタートです。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、神奈川県立。吉野くんだ。吉野くん。映像犬ってことは、このホラーのポスターといい。誰と話してんの？映像犬っていうくらいだから、部員がいるんだね。だから学校でいじめられてるから、なんか孤独だってわけではないんだ。こうやって楽しく話せる相手がいるのは良かったわ。うん。いや、ね、この映画のお話大事な。この先なんかあるの？めっちゃ深掘りするやん。いやー、けど、もうほんといじめられずに何もなければ、あんな真人と出会ったりとか、なかったんだよね。映画館にさ、学校抜け出していってとか。いやー、そんでまたこの呪詛師とかそういうのを目指す道とかもなかったんじゃないかな。で、このまたいじめてる側が出るってことはあれか、あの事件の前の話なんだね、また。いや、怖っ。てか、あれやめてほしいわ、潰すのも。ええ、もう、怖い怖い。ゴキブリってお前らだから。また吉野くんがね、またなんか反抗しそうだよ。止まった。あ、なんか一言物申す？え？持って帰るから？何？ああ！さっきの。いや、ここら辺すごいよね。なかなかできないぜ。言えないよ、俺、絶対。いや、けど怖い怖い怖い。いや、またそんなこと言ったら何されるかわかんないよ。うわ、もう、ほら、最悪だよ、こいつら。ねえ。ある意味君たちのせいなんだよ。今の吉野くん、生まれた原因っていうかさ。
歪んじゃったっていうか。もうこういうのがなければ、だってあの映画館とかに行かなかったわけで、真人に出会うこともなかったわけじゃん。全部君たちのせい。まあ、その結果あれだけどね、この3人は、オープニングまあ死んじゃうんだけどねまあ、天罰は下るんだけど。いやー、なんか、冒頭ね、オープニングトークで、なんか、この虎杖くんとかと出会って、やっぱね、暗がりの道からさ、やっぱ明るい道まあ、要は実高専の方でっていうさ、そういう、あれかなっていう予想もしたけど、いや、なんかこのまんま、やっぱ真人の元でっていうのもありそうだよね。その前回のほら、自分が嫌いな人は、みたいなボタンみたいな話もあったじゃん。だから根本的にもうさ、もう心の中っていうか思想なのかななんて言ったらいいかわかんないけど、もう普通の人間と感覚が違うというか、そういうところもあるんじゃないかな。だから、どんだけ虎杖くんとかが仮に会って、おー、かっこいいかっこいい五条先生。いや、突然の。いや、だからごめん、話終わっちゃったけど、まあ、いろいろ説明しても、やっぱ真人の元でっていうことになるんだろうな。そんで、前回説明があった、その呪術師じゃなくて、呪詛師。まあ、これとしての階段を上がっていくんだろうね。無意、天変いや、毎回なんか漢字ドリルみたいだな。うん。え言っただけで地獄にどういうこと？うん。うん。いや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 、なんかあるのかな有名なセリフが今のは。で、それがまた分かっちゃうんだね、真人は。いや、ちょっと、IQ が高すぎるって、会話が。ついてけんよ。いや、むずっ。もう黙って聞けば、もしかしたら少しはわかるかもしれないけど。うん。まあ、ここはあれか、吉野くんのやっぱ、思想とかそういうのを聞く場面なんだろうね。で、またこういう考え方が、なんだ、真人は興味持つんじゃないこの吉野くん。足何えー、何してんの？なんか前回あれだよね。ななみさんと戦ってたやつとかも、この真人が多分作っただろうから。こんなんなっちゃうの？ああ、反応がね。いや、全然冷静だもんな。いや、すごいけど、これ。いや、あれでまだ人間としての意識とかが、前回のあいつらみたいに残ってんだとしたら相当きついけど、こんなことされたら。無関心ね。いやー、今のは結構重い言葉だな。心。うん。えないよ。またあれじゃん。こんなさ、ある意味、神様的なね、存在にも近いものに言われたら、
いろいろショッキングだろうね。けどなんか善なるものって感じでもないから、話半分で聞いた方がいい気がするけど、あくまでもこの真人の考えってことにしたいな。いやけど、こんな奴らに言われたら、僕もな、ちょっと、マジかって思っちゃうかもな。うーん。いや、なんかもうすごい物事を落ち着いて見過ぎというか、なんて言ったらいいんだろうな、難しいな。うん、無関心という理想。うん。怖い怖い怖い。いや、ほら、もう受け入れちゃってるもん。いや、で、目輝かしちゃうんじゃないこれ。そんなことない。いや、輝いてるね。輝いてるよ。いや、これはもう、だからやっぱ呪術高専の服を着てるあのオープニングは、まあ、こうなればよかったなみたいな未来を表してるだけかもね。だから、ないあれなんだよ。理想の映像なんだよ、きっとあれは。うーん。ああ、あの二人あれあ、こっちいや、俺、オカケンの人たちの方かと思った。で、相変わらずあれぐるぐるされてんのそれともあの時期ってことこれが。いやけど1ヶ月後だしよ。うん。ああ、出た ET。モスラと。えなんなんこれを使うって。襲わせるああ、そういうのをあれか、見るためにか。うん、ああ、どういう行動を取るんだろうね。吉野くん。うん。いや、けどそんなあれは、あれなんじゃないなんか予想外の行動来そうじゃない今123って来てるけど。なんか見れちゃうというかさ、受け入れちゃうというか、あ、まだあるの二級術師のポテンシャルはありそうだよね。ギリなんとかなる。だからもう特訓の末戦えるよってことうん。呪霊と同等級。なんだったっけああ、やってくれる。ああ、微妙にあれか、ちょっとずれてるのか。いや、意外とこの呪術廻戦もあれだよね。ほんと専門の知識、いろいろ覚えてないと見てくの大変なアニメだよね。さあ、どうなるかなやるのもう。いや、どうなるかな ?4、1、2、3、4種類あったけど。ああ、で、今のあの血はああ、もうあれだ。ある程度片付けてるんだね。いや、そう、これね、人なんだよね、やってんの。来たー。来たよー。実験。ね、これ、ななみさんがなんかいじられるとかそういうことないといいけどね。で、そこをちょっとあれだわ。今不安視してるわ。呪術師をいじったらどうなるかみたいなさ。そんなことすらやってきそうな気しません何五条先生。いや、言ってることが。んああー。今のがあれか、ななみから見た、この真人なのか。五条先生と被るんだね。いや、
けどあれか。7対3のやつ。使うの。おー、来た。えおーい、弱点作るって言ってたもんね。で、7対3っていうのもあれなんだよね。よく考えたら、ナナミっていう名前だからなんだろうな。いや、さらっとそんな顔して、腕ちぎれかけてますよ。まあ、けど、そもそも腕も腕なのかよくわかんないけどね。この真人にとって。だね、あなたは。うん。そう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 、そこら辺のつるんでる奴らですよ。はい。大地と森か、今のが。魂と肉体。うん。また出てきた。うん。なんかこうやって聞くと僕は後者な気がするけどね、このあれ。前者え当たったけど喜んでいいのかいこれ。うん。うん。んなんか難しいな、今回のあれ、エピソード。何する気それ。なんか変わってってるよ。怖い怖い。あ、こいつのあれだったんだ、今回のタイトル。無意天変。人間をストックって何してくれてんねん。てか、どんだけじゃあ人殺してるというか、もどきにしてんのさ。やばいやばい。ななみさんどうなっちゃうの？生きて帰ってくれよ。心配だわ。で、よいよ。違う。先生だよね。いや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 。学校サボってとかは何？もう時系列がね。またあれで。え何言ってんのこいつ。バカなの？ええもう頭おかしいよ。いや、ほんと正気じゃない。うん。いやいや、もう先生全員否定。やばいね、これ。てかこれが仲良くしてたって思うなんて、ほんとサイコパスじゃないの？で、またここで思い出しちゃうの、真人。救いはそっちにあるってことだな、こんな先生より。いや、それはこの先生と比べたら、ねえ。ちょっと待って待って待って。あの指はもうなんかできんのか？もしかして。まずね、それ当然だろ、真人が見えるんだから。けど真人は特急だからあれか、普通より見えやすいとかもあるんだろうね。いやいや、またあれ、出しちゃったじゃん。だからそれが先生だ、誰かって。運動神経いいからな。動きというか。うん。いやいやいや、行こう行こう行こう。ちょっと虎杖君と仲良くしてくれ。なんだろう吉野君は、事実光線のこと知ってんのか？ボタンって。あははベルト付きでよく下げられたね。いやー、今ってさ、どうなの？学校でさ、このズボンを下ろすとかやるやついるの？いや、俺の時代はめちゃくちゃいたけどね。いやいや、言っちゃったよ。え話し合いは？
すごい、もう戻ってきた。すごすぎる。五条先生とのトレーニングのあれかな、成果かな。うーん。いやー、虎杖くん。頼む頼む。なんとかしてくれ。いや、出揮。虎杖くん出揮。いや、なんか仲良くはなりそうなんだけど、結局はあれなのかな、やっぱ、道は違えちゃうのかな。で、こっちな。いや、頑張って、頑張って、生き残れよ。頼むよ。ななみさん。いやいやいや、どうやったん今の壁に。いや、気持ち悪い。攻撃またそれで。うーん。まあ、でっかくなってたりするもんな。うーん。戦いづらいのか、じゃあ。やべえ、これ。じゃあ戻せない。うーん。いやー、俺でもそうしてほしいわ。もう楽にしてくれ。これどうなってんのあれ。うん。精度悪い。魂の汗。ああやばい、今の。ななみさん。今のシーンあれだね、なんか、こうグッとくるね。やめてやめて。もう変なことしないで。やばい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 。当たっちゃったんじゃない？ああ、大丈夫なの？うん。うん。え？なんだこの真人の力っていうのはその魂関係があれなのか。ああ、とりあえず守った。いや、普通なら一発でああなっちゃうところをなんとか耐えたってことだね。いや、ちょっと頑張って、マジで。いや、けど相手悪そうだよな。いや、またあれだよね、この手にまとうっていうのがさ、虎杖くんのあれに技にそっくり。追い込まれちゃった？なんか、あれないの？それ外したらすごいとかさ、奥義的なのないの？もう五条先生来るとかさ、ん？ああ、6時がうんちゃらって言ってたもんね。え？なんだ？いや、被ったけど。うん。え？時間外労働。やっぱなんかある。なにそれ。あれを使わない方が実は強いのか。俺はてっきりなんかあるとしたらあれを外すのかなと思ったのよ。布を武器から。逆に手に巻いたね。実は肉弾戦の方がすごいの。いや、けどそれでもだよ。やめとこうよ。もう逃げることに専念した方がいい相手だと思うぜ。真人は手出しちゃやばいやつだわ。で、吉野くんとあれだ、虎杖くんの方、お話そんなちょっとまだ今回進んでなかったけど、いや、この後、何話すんだろうね。で、話した結果、できればもう毎回言ってるけど、前回から。いやー、もう真人んとこじゃなくて、呪術高専に来い
頼むよ。で、なんであれなんだろう。虎杖くんのボタン見たときにさ、このボタンみたいなこと言ったんだろう。なんか知り合いにいるのかな、呪術師が。ちょっとごめん。呪術って難しいね、口に出す。なんもないよね。今までそんな、描かれてないよね。友達とか家族とかになんかあんのかな。うん。あ、今回全然出番なかったね。うん。なんだ。うん。パンダ先輩。いやいやいや、来てる。みっちみちで。破けちゃうよ。いやいや、もう手が。もうこれはしょうがないね。パンダ先輩は変態なのかな。確かに。女装癖、お前かよ。高菜って何？鮭おかかはあれだけど。ろくでもない先輩たちだね。んええマキさんの。いや校長先生、何やってんの？前回はチンコだったしさ。えいや、また読めないタイトル。もう一番むずいわ、今までで。あのボタンなんだ？やっぱ吉野くんがボタン気にしたところなんかあるんだね。今手に持ってた手は誰の手なんだろう。で、その吉野くんさ、虎杖くんが持ってきたさ、あれに対してこういうさ、指の動きしたじゃん。ってことは、もうさ、真人に教わる前からやっぱそういうのさ、知ってるんだ。って僕は思ったけどどうだろう。そのボタン、そしてこの指の動きからね、もう僕はそういう推測したんですけど、やっぱ見えるから過去に誰か呪術師に助けられたことがあるのか、この作品だとよくね、なんか家族関係の話出てくるから、その家族が誰か、呪術師だったり実はするのか、とにかく真人の方もあれだけども、今吉野くんの方がちょっと僕の中で気になり度具合が上がってきてます。七海さんの方はね、ちょっとわずかながらに、生存確率をアップしてきたなと思うんですけど、60を気にしてたっていうのは、なんか前になんか縛りとかそういう話もあったから、そこら辺が関係してんのかもね。なんか6時過ぎた方が、実は強いんだよ。時間外労働って給料とか割り増しするじゃん。だからその呪力とかももしかしたら割り増しするみたいなね、そういう能力が実は七海さんね、まだあるのかもしれないね。あとは真人と吉野くんが話してる、その魂うんちゃらとか、いろんなね、難しいお話に関しては、次回見るまでにね、もう一回見直しますけども、改めて聞いてもちゃんと理解できるのか正直わかんないです。要約すればこういうことを話してたんだよみたいなのをね、もしコメントでもらえたら助かります。はい、というわけでね、以上動画を一つがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。